り解説。1997年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。こんにちは、みんな。今日は1997年に日本で公開された映画をランキング形式で紹介するよ。1997年って、映画界にとって本当に特別な年だったんだよね。そうだぜ。1997年には、映画史に残るような名作がたくさん公開された年なんだ。今でも覚えている映画が多いんじゃないか？私も思い出深い映画がいっぱいあるよ。どんな映画がランクインしているのか、すごく気になるな。もちろん、今回は、1997年公開映画ベスト10を10位から1位まで、ランキング形式で紹介するんだ。その年に公開された映画は、技術的に革新的だったり、感動的なストーリーが多くて、今でも語り継がれている名作ばかりなんだ。わあ、どんな映画があるのか楽しみだね。みんなもぜひ一緒に、1997年の映画を振り返ってみてね。それじゃ、早速発表していくぜ。お楽しみに。第10位。うなぎ。第10位にランクインした映画は、うなぎ。これ、すごく印象的な作品だよね。どんな映画だったんだろう？うなぎは1997年に公開された映画で、今村昌平監督の作品だ。主演は役所広司で、映画は彼の演技が光っているんだよ。うなぎってタイトルからもわかるように、うなぎが重要な役割を果たすんだけど、実はこの映画、かなり深いテーマを持っているんだ。うなぎがどう関係してくるの？うなぎは主人公、山下拓郎の心の象徴だと言えるんだ。拓郎は、妻を殺してしまった過去を持つ男で、社会から離れてひっそりと生活しているんだ。彼は理髪店を営み、うなぎを飼っているんだけど、うなぎを飼うことで彼の孤独感が少しずつ癒されていくんだよ。なるほど。うなぎが心の癒しになってるんだね。でも、どうしてそんな過去を背負っているの？拓郎は、妻が不倫しているのを知り、怒りと絶望から妻を殺してしまうんだ。その後、彼は8年間の刑期を終えて出所するんだが、心の中でその罪を償うことはできず、ずっと苦しんでいる。そんな過去を背負っているなんて、ものすごく重いテーマだね。でも、どうしてまた女性と関わることになるの？出所後、拓郎はまた一人の女性と出会うんだが、その女性がなんと彼の亡き妻に似ているんだ。彼はその女性に自分を重ね、また心の葛藤に悩むんだよ。この葛藤が映画の大きなテーマになっていて、拓郎がどのように自分の罪と向き合っていくのかが描かれていくんだ。その葛藤が、映画をさらに深いものにしてるんだね。そうだな。この映画は、カンヌ映画祭でパルムドールを受賞したんだ。映画としてだけでなく、社会的なメッセージも強く込められていて、見る人に強い印象を与えるんだ。なるほど。ただの犯罪者の話ではなく、孤独や罪の償い、人間の再生を描いた映画なんだね。その通りだ。うなぎは、映画を通して人間の心の奥深さを見つめ直す作品であり、忘れられない名作の一つだよ。第9位。ライアー。ライアー。第9位に登場するのは、ライアーライアーだね。これは、ジム・キャリー主演のコメディ映画だよね。その通り。ライアーライアーは1997年に公開された映画で、ジム・キャリーが主演を務めたコメディ映画だぜ。この映画は、彼の得意なユーモアが満載で、見る人を笑わせてくれるんだよ。どんなストーリーなの？この映画の主人公は、フレッド・カリーという嘘をつくことが職業の弁護士なんだ。仕事で常に嘘をついて周囲を欺いていたんだけど、そんな彼が息子の誕生日にパパが一日だけでも嘘をつきませんようにという願いをされるんだよ。その願いが奇跡的に叶ってしまうんだ。嘘をつけないって、すごく困る状況だね。その通り、嘘をつけない状況になることで、フレッドは次第に自分がどれほど周りに嘘をついていたかを痛感していくんだ。例えば、裁判で嘘をつけなくなり、どんどん不利な立場に追い込まれていくんだよ。それは大変だね。でも、どうしてそんなことが起こるの？実は、フレッドの息子が願ったことがきっかけなんだ。息子はフレッドが自分に嘘をつかないように、
誕生日の願い事として、パパが嘘をつかないようになりますようにってお願いしたんだ。その結果、フレッドは嘘をつけなくなり、状況はどんどん厳しくなっていくんだよ。そうか、息子の純粋な願いが、こんな大騒動を引き起こすことになったんだね。そうだな。だけどこの映画はただのコメディに終わらないんだ。嘘をつけなくなることで、フレッドは自分の人生や人間関係を見つめ直し、少しずつ変わっていくんだ。なるほど、コメディだけど、ちょっと感動的な要素もあるんだね。そうだよ。ジム・キャリーのコミカルな演技が光る映画でありながらも、最終的には自己成長と家族の大切さを描いていて、心温まる映画なんだ。ライアーは、笑いと感動が一緒になった映画なんだね。その通りだ。ジム・キャリーの魅力が詰まった作品で、今でも色褪せない名作だよ。第8位、フィフス、エレメント。第8位にランクインしたのは、フィフスエレメントだね。これって、ブルース・ウィリスが主演の SF 映画だよね。その通り。フィフスエレメントは1997年に公開されたルシウ・ベッソン監督の SF アクション映画で、ブルース・ウィリスが主人公のコミックな役を演じているんだ。この映画、ビジュアルとストーリーが独特で、見る人を引き込んじゃうんだよ。どんな内容だったの？映画の舞台は未来の地球で、邪悪な力が宇宙から地球を攻撃しようとするんだ。それを阻止するために、ブルース・ウィリス演じるコミックなタクシードライバー、コーベンが大活躍するんだよ。タクシードライバーが活躍するなんて、面白い設定だね。だろ？しかも、コーベンは、宇宙から来た女性、リールー・ミラ・ジョボビッチと出会うんだ。リールーは、地球を救うために必要なフィフスエレメントの鍵を握っているんだよ。フィフスエレメントって、何のことなの？フィフスエレメントは、火、風、水、地といった4つの基本的なエレメント、元素に対して、5つ目のエレメント、つまり愛を象徴しているんだ。物語の中で、愛こそが地球を救う力だっていうテーマが描かれているんだよ。なるほど。ただの SF 映画じゃなくて、愛をテーマにしているんだね。その通り、SF 要素が詰まったアクション映画だけど、愛というテーマが物語を支えているんだ。それに、ミラ・ジョボビッチ演じるリールーのキャラクターも、未来的で魅力的で、視覚的にかなりインパクトがあるんだよ。確かに、あの未来的な衣装やデザインは、今でも印象に残ってるよ。そうだな。この映画はビジュアル的にもすごく先進的で、未来的な世界観を作り出しているんだ。派手なアクションやカーチェイス、そして独特なキャラクターが観客を魅了したんだよ。それにしても、この映画は本当にエンターテインメント性が高いんだね。アクション満載でありながら、どこかユーモアもあって、最後には感動的なメッセージも伝わる。フィフスエレメントはただの SF 映画じゃなく、ジャンルを超えて楽しめる作品だぜ。第7位、失楽園。第7位は、失楽園ね。1997年に公開されたこの映画、当時大きな話題になったわよね。そうだぜ。失楽園は渡辺淳一のベストセラー小説を森田義満監督が映画化した作品だ。主演は役所広司と黒木瞳で、禁断の愛を描いた物語として注目を集めたんだ。確か、中年男性と人妻の不倫の話だったわよね。その通り、出版社に勤める久木正一郎、役所広司は、突然の左遷で人生に虚しさを感じていた。そんな中、書道講師の松原凛子、黒木瞳と出会い、互いに家庭がありながらも激しい恋に落ちていくんだ。二人の関係はどうなっていくの？最初は密会を重ねるだけだったが、次第に周囲に関係が知られてしまう。凛子の夫や久木の妻、そして職場にも噂が広まり、二人は社会的に孤立していくんだ。それでも愛を貫こうとするのね。ああ、最終的に二人は誰にも邪魔されない永遠の愛を求め、心中を選ぶんだ。雪深い温泉宿で、毒を飲んで命を絶つシーンは衝撃的だった。重いテーマだけど、当時は大ヒットしたのよね。そうだ。失楽園という言葉が流行語になるほど社会現象を巻き起こしたんだ。役所広司と黒木瞳の熱演も高く評価され、日本アカデミー賞で主演男優賞と主演女優賞を受賞している。
禁断の愛を描いた作品として、今でも語り継がれている名作ね。そうだな。人間の深い感情や欲望をリアルに描いた作品として、多くの人の心に残っているんだ。第6位、マルタイの女。第6位は、マルタイの女ね。伊丹十三監督の最後の作品で、刑事物としても異色の映画だったわよね。そうだな。伊丹映画といえば、お葬式や、マルサの女みたいな社会派のコメディが多いけど、この作品は初めて本格的に殺人事件を描いた刑事映画なんだ。しかも、伊丹監督自身がマルタイだった経験をもとに作られたって聞いたけど、ああ、実は民放の女を公開した後に、山口組系後藤組の構成員に襲撃される事件があったんだ。その時伊丹監督自身が警察の保護対象、つまりマルタイになった経験が、この映画のヒントになったと言われてる。なるほど。それで目撃者が警察の保護下に置かれる話になったのね。そうだ。主演の宮本信子が演じる磯野琵琶湖は、大女優だけど性格が奔放でわがまま。そんな彼女がカルト教団が関与する殺人事件を偶然目撃してしまうんだ。そして証人として裁判で証言するまで、警察の保護下に置かれることになる。オウム真理教事件が社会問題になった直後の映画でもあるのよね。そうなんだ。映画の中でも、カルト教団を思わせるシーンやセリフがいくつかある。例えば、教団の信者と対峙するシーンで、オウムの朝原は空飛べるらしいけど、あんたのグルはどうなのっていうセリフがあるんだ。それは完全に当時の事件を意識してるわね。実際の社会問題を題材にしているあたり、伊丹監督らしい切り込み方だわ。だな。でも単なる社会派映画じゃなくて、ユーモアも交えながら描いてるのが伊丹映画らしい。刑事たちとのやりとりもコミカルで、シリアスな内容だけど見やすいんだよ。しかも、琵琶湖の護衛をする刑事二人、ミーハーな近松と堅物な立花のコンビがまたいい味を出してるのよね。そうそう。二人のキャラクターが琵琶湖に振り回されるのが面白くて、笑えるシーンも多いんだ。そして琵琶湖自身も最初は気まぐれに振る舞うけど、事件を通じて少しずつ変わっていく。最終的に、命の危険を感じながらも法廷で証言することを決意するんだ。ただの目撃者が事件に巻き込まれて、最後には勇気を持って証言する、伊丹監督の遺作にふさわしい、社会へのメッセージが詰まった映画ね。ああ、マルタイの女は、エンターテインメントとしても面白いし、社会問題を風刺する伊丹監督らしい作品だぜ。第5位、エアフォース、1。第5位は、エアフォースワンね。ハリソン・フォードがアメリカ大統領を演じたアクション映画だったわ。そうだぜ。1997年に公開されたこの映画は、アメリカ大統領専用機エアフォースワンがテロリストにハイジャックされるという緊迫感あふれるストーリーなんだ。大統領自らがテロリストと戦うなんて、斬新な設定よね。ああ、ハリソン・フォード演じるジェームズ・マーシャル大統領は、元軍人で勇敢なリーダーとして描かれている。家族やスタッフが人質に取られる中、彼は自らの手で状況を打開しようと奮闘するんだ。テロリストのリーダーも印象的だったわ。そう、ゲイリー・オールドマンが演じるイワン・コルシュノフは、冷酷で知的なテロリストとして登場する。彼の目的は、ロシアの独裁者を釈放させることで、そのために大統領機を乗っ取るという大胆な計画を実行するんだ。空中でのアクションシーンも迫力満点だったわね。そうだな。機内での銃撃戦や、飛行中の機体からの脱出シーンなど、手に汗握る展開が続く。特に、ハリソン・フォードが自らスタントをこなしたシーンもあり、リアリティが増しているんだ。家族愛や国家への責任感も描かれていて、ただのアクション映画じゃないところが魅力ね。その通り、マーシャル大統領は家族を守るため、そして国家のリーダーとしての責任を果たすために戦う。その姿勢が観客の共感を呼び、映画の深みを増しているんだ。エアフォースワンは、スリルと感動が詰まった名作ね。ああ、緊迫感あふれるストーリーと、ハリソン・フォードの熱演が光る作品として、多くの人々に愛されている映画だぜ。第4位、メン、イン、ブラック。第4位は、メン・イン・ブラックね。
ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズが主演の SF コメディ映画だったわ。そうだぜ。1997年に公開されたこの映画は、地球に潜むエイリアンを監視する秘密組織 MIB のエージェントたちの活躍を描いているんだ。ウィル・スミスが演じる新米エージェント J と、トミー・リー・ジョーンズが演じるベテランエージェント K のコンビが絶妙だったわね。ああ、J は元ニューヨーク市警の刑事で、ひょんなことから MIB にスカウトされる。K は冷静沈着なベテランで、二人の掛け合いがユーモラスで面白いんだ。地球には多くのエイリアンが人間に紛れて暮らしている設定もユニークだったわ。そうなんだ。MIB はそのエイリアンたちを監視し、問題が起これば対処する役割を担っている。映画では、様々な姿のエイリアンが登場し、特殊メイクや CG が見どころだ。記憶を消す装置ニューラライザーも印象的だったわ。あれは便利なガジェットだよな。目撃者の記憶を消して、エイリアンの存在を秘密に保つために使われるんだ。ストーリーもテンポが良くて、アクションとコメディのバランスが絶妙だったわね。その通り、エイリアンとの戦いや追跡シーンは迫力満点で、笑いもたくさん盛り込まれている。ウィル・スミスの軽快な演技と、トミー・リー・ジョーンズの渋い演技が見事にマッチしているんだ。メン・イン・ブラックは、エンターテインメント性が高くて、何度見ても楽しめる作品ね。ああ、独特の世界観とキャラクター、そしてストーリー展開が魅力的で、今でも多くのファンに愛されている映画だぜ。第3位、スリーパーズ。第3位は、スリーパーズね。これは1997年に日本で公開された映画で、すごく衝撃的なストーリーだったわ。その通りだぜ。この映画はロレンゾ・カルカテラの実体験を元にした小説を原作にしていて、実際にあった事件を元にしたとされているんだ。監督はバリー・レビンソンで、主演はブラッド・ピット、ジェイソン・パトリック、ロバート・デ・ニーロ、ダスティン・ホフマンと、超豪華キャストが集結している。1960年代のニューヨークが舞台だったわよね。確か、4人の少年がちょっとした悪ふざけをしたことで悲惨な運命をたどるんだっけ？そうだ。ヘルズ・キッチンで育ったロレンゾ、通称シェイク、マイケル、トミー、ジョンは、悪ふざけでホットドッグ売りの屋台を盗もうとして、事故を起こし、通行人を重傷にさせてしまうんだ。その結果、彼らは少年院に送られることになる。少年院での出来事が、彼らの人生を大きく狂わせるのよね。ああ、彼らはそこで監視たちに目をつけられ、日常的に暴力や性的虐待を受けることになるんだ。特に、ケビン・ベーコン演じる主任看守のオクスは、彼らに対して残忍な行為を繰り返していた。でも、その後4人は少年院を出るわよね？そうだ。彼らはなんとか少年院を出て、それぞれの道を歩むけど、その影響で人生が大きく変わってしまう。マイケル・ブラッド・ピットは検事になり、ロレンゾ・ジェイソン・パトリックは新聞記者に、そしてトミーとジョンはギャングの道に進む。そして、因縁の相手と再び対峙することになるのね。そうなんだ。ある日、トミーとジョンは偶然にも昔の看守のオクスと再会する。二人は彼を即座に射殺するんだけど、これが物語の転機となる。ここからが本番ね。マイケルが検事でありながら、友人たちを救おうとする展開がすごかったわ。そう。マイケルは自らこの事件の担当検事になり、証拠を捜査して、仲間たちを無罪に導こうとするんだ。そこで、ロバート・デ・ニーロ演じるボビー神父が重要な役割を果たす。彼は少年時代から彼らを見守ってきた人物で、彼の証言が裁判の行方を左右することになる。弁護士のダスティン・ホフマンも良い味を出していたわね。ああ、彼の演じるダニー・スナイダーは、酔いどれ弁護士で普段は冴えないんだけど、この裁判では決定的な役割を果たす。彼がマイケルの仕組んだシナリオ通りに動くことで、トミーとジョンは無罪を勝ち取ることができるんだ。復讐劇でありながらも、法の中で戦うところがこの映画の魅力ね。そうなんだ。過去のトラウマを抱えながら、それぞれがどのように正義を貫くのかが描かれていて、見る者に強い印象を残す。単なる復讐映画ではなく、友情や信念の物語としても名作なんだぜ。スリーパーズは、心に残る重厚な映画ね。ああ、社会の闇を暴きつつ、不
深いテーマを持った作品だから、見るたびに新しい発見がある映画だぜ。第2位、もののけ姫。第2位は、もののけ姫ね。1997年に公開されたスタジオジブリの名作で、宮崎駿監督の代表作の一つよね。そうだな。もののけ姫は、日本の室町時代を舞台に、人間と自然、そして神々との戦いと共存を描いた壮大な物語だ。主人公のアシタカは、蝦夷の村を襲ったたたり神を退治するが、その際に呪いを受けてしまうんだ。その呪いを解くために、西の地へ旅立つのよね。ああ、旅の途中でアシタカは、森を守る山犬に育てられた少女さんと出会う。彼女は人間を敵視しながらも森と共に生きているんだ。一方で、タタラ城を率いる烏帽子御前は、社会的に弱い立場の人々を受け入れ、森を切り開いて鉄を生産している。人間の発展と自然の保護、その対立が物語の大きなテーマになっているのね。そうだ。アシタカはその対立の中で、双方が共存する道を模索するが、獅子神の首をめぐる争いが激化し、世界のバランスが崩れていく。だが、最後には獅子神の首が返され、自然が再生の兆しを見せるんだ。ストーリーも素晴らしいけど、何よりこの作品は日本映画史に残る大ヒットを記録したわよね。ああ、当時の日本歴代興行収入記録を更新し、最終的には193億円の興行収入を達成したんだ。それまで E.T. が持っていた記録を塗り替え、日本映画の歴史に名を刻んだ作品だぜ。しかも、宮崎駿監督にとって20世紀に公開された最後の作品でもあるのよね。そうなんだ。これが20世紀最後の宮崎作品ということで、ファンにとっても特別な意味を持つ映画になった。そして、主題歌のもののけ姫も話題になったわよね。メラヨシカズが歌うこの楽曲は、カウンターテナーという独特の高い声で歌われていて、当時はすごく話題になった。この映画をきっかけに、彼の歌声が広く認知されるようになったんだ。ストーリー、音楽、映像、すべてが圧倒的な完成度の作品だったのね。ああ、もののけ姫は、単なるアニメ映画の枠を超えた、環境問題や人間の生き方について考えさせる深い作品で、今でも多くの人に愛され続けているんだぜ。第1位、タイタニック。第1位は、タイタニックね。1997年に公開され、世界中で大ヒットした映画よ。そうだな。ジェームズ・キャメロン監督が手掛けたこの作品は、1912年に起きた豪華客船タイタニック号の沈没事故を背景に、身分違いの恋を描いた壮大なラブストーリーだ。主演はレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットだったわね。ああ、貧しい画家志望の青年ジャックをディカプリオが、上流階級の令嬢ローズをウィンスレットが演じている。二人は戦場で出会い、身分の差を超えて惹かれ合うんだ。でも、タイタニック号は氷山に衝突して沈没してしまうのよね。その通り、二人は過酷な状況の中で生き延びようとするが、最終的にジャックは命を落とし、ローズだけが生き残ることになる。ジェームズ・キャメロン監督は、もともとナンパ船に魅了されていたことから、この映画のインスピレーションを得たらしいわね。そうなんだ。彼は、タイタニックの悲劇を単なる歴史的事件ではなく、観客が当時の乗客と同じ感情を体験できるようにしたかった。だからこそ、ラブストーリーを織り交ぜることで、喪失感や絶望をより身近に感じられる映画になったんだ。そして、タイタニック号の再現度がものすごく高いのよね。ああ、キャメロン監督は徹底した時代交渉を行い、船内の様子から衣装、調度品まで細かく再現した。実際、映画の冒頭と終盤の現代のシーンを除くと、上映時間は2時間40分で、これはタイタニックが氷山に衝突してから完全に沈没するまでの時間とほぼ同じなんだ。つまり、観客も実際の沈没の時間経過をリアルに体験できるようになっているのね。そうだ。さらに、主人公のジャックとローズは、観客をタイタニック号の世界へ案内する役割も果たしているんだ。彼らの視点を通じて、当時の船旅の華やかさや沈没の悲劇がよりリアルに感じられるようになっている。ストーリーも素晴らしいけど、
興行収入もすごかったんじゃない？ああ、全世界で21億ドル以上の興行収入を記録し、当時の世界最高記録を更新したんだ。日本でも277.7億円を稼ぎ出し、歴代洋画興行収入第1位となった。アカデミー賞でも多くの部門で受賞したのよね。そうだ。第70回アカデミー賞では、作品賞や監督賞を含む11部門を受賞し、歴代最多タイの記録を達成した。主題歌のマイハートウィルゴーンも大ヒットしたわね。セリーヌ・ディオンが歌うこの曲は、映画の感動をさらに高め、多くの人々の心に残る名曲となったんだ。タイタニックは、映像美や音楽、ストーリーすべてが高い完成度を誇る名作ね。ああ、公開から25年以上経った今でも、多くの人々に愛され続けている不朽の名作だぜ。総評またはまとめ。これで1997年に日本で公開された映画ベスト10を振り返ったわね。改めて見ても、この年は名作揃いだったわ。そうだな。タイタニックのように世界的な大ヒットを記録した作品から、もののけ姫のように日本映画の歴史を塗り替えた作品まで、本当にバラエティ豊かだったぜ。しかも、ただの娯楽映画じゃなくて、社会問題や人間の生き方をテーマにした作品も多かったわね。そうだな。スリーパーズや失楽園のように、重いテーマを扱った映画も話題になったし、マルタイの女は実際の事件を反映した作品だった。どの映画も、その時代を象徴する要素が詰まっていたよな。まさに1997年は、映画史に残る名作が生まれた年だったのね。ああ、こうして振り返ると、改めて映画の素晴らしさを実感するぜ。これからも、たくさんの映画に出会っていきたいわね。もちろん、また次のランキングも楽しみにしてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。